はい、皆さんこんにちは、レイです。皆さん、春物の準備は済んでますか？大丈夫ですか？今この動画を撮っているのはもう2月の下旬ですので、あと1ヶ月もしないうちにですね、もう暖かくなって春になるわけなんですけども、例えば冬になった時に暖かい防寒系の洋服持ってなくてバイク乗る時に苦労する。春夏になって暖かくなった暑くなった時に例えばメッシュのもの持ってなくて真夏走りにくいとか、そういったことを、皆さん経験したことあるんじゃないですかね。僕はそのバイクのライディングウェアが好きでですね、たくさん紹介してきたんですけども、ここまで串谷のテキスタイルたくさん紹介してきたんですね。でレザーというのをそんなに紹介してきてないんですね。で前にこのテキスタイル紹介する時にもちょっと話をしているんですけども、例えばなんかカメムシみたいな広角系の硬いやつ高速道路でバーンって当たるとなんか銃弾に撃ち抜かれたみたいなすごいなんか痛い感じになりません？であいつらがこうブチャーって飛び散るんですよね。あの感じがですね、もうレザーが汚れるのがレザーがもうかわいそうでしょうがなくて、でそれに比べればもうちょっと価格帯も低めのテキスタイルってそのまま洗濯機にドンって突っ込めるから、手入れが楽なんですよね。そんな都合もあって使い勝手がすごくいいのはテキスタイルなんですけど、ただスタイルとして、レザー着たいんですよね。でそれこそ、おっさんなんでちょっとね、そろそろちゃんとした自分の年齢に見合った格好をしてなんかね、仕事とか打ち合わせとか遊びにも行きたい、そういうファッション的なこともあって、レザーが着たいなって急に思い立ったんですね。で前からそのレザーを着たい願望はあったものの、バイク乗る時に汚れちゃうのが嫌で温存してたから、どちらかというと一長羅のような感覚でいたんですけども、今回ですねちょっと新しいものを紹介しようかなと思います。前に、スズキの SV650 を紹介する動画作った時に串谷のレザージャケットを1着着ていたんですね。白っぽいホワイトのもの着てたんですけども、そのコメントをいっぱいいただいてですね、バイクの質問というよりかはそのレザージャケットどこのですかっていろんな SNS で質問いただいたんですね。でそういえばレザーってそんなに紹介してないなと思って、その時にほぼ初めてぐらいだったんじゃないかな、レザーを紹介したんですけども、レザージャケットってやっぱりファッションで着るとなるとサイズを体にぴったりと合わせて綺麗にかっこよく着たいんですよね。ところが僕らみんな体のサイズバラバラだから、お店に置いてあるものがそのまま自分の体にぴったりフィットするかというと、決してそうではない方の方が多いと思うんですね。であればここにつなぎがいっぱい展示されてますけど、僕のも今ここに置いてありますけども、このつなぎって体を採寸してもらって僕の体にピッタビタに合うように作ってもらった僕専用のつなぎなんですよ。レザージャケットもそんなのあったらいいと思いません？今僕が着ているのがマイスタージャケットというものです。ちなみにこれ L サイズ着てます。かなり僕の体には、サイズ近いんですけども、ちょっと惜しいところがあるんですね。でこの脇とか胸のあたり、ここね余ってるとこもうちょっとこれキュッとなくして、要は後ろをこれねつまむようにちょっとこう細くしたいんですよね。あとまっすぐ腕を下ろした時というのは、腕時計がほぼ完全に今ここ出てるんですけど、そんなに短くも長くもないかなって気がするんだけど、乗車姿勢取るとか机に座ってパソコン触ろうとすると完全にこれだけ出ちゃうんですよね。だからここねもう何センチか伸ばしたいなとか、今ここソフトベンチレーションパッドが、これですね、背中と肩と肘に入ってるんですけど、例えばバイクに乗らない時はパッド外した方がもっと快適にこれ着れますよね。となった時に、もしもこれバイク用じゃなくて普段着としてレザージャケットを使うんであれば、このパッドを外した分のちょっとゆとりも取りたいんですよね。そう僕が今回考えているのはファッションのレザージャケットが欲しいんですね。バイクのライディングウェアとしてではなくて、普段使いしてそのまま車を運転する時も着ちゃう、デスクでパソコン作業する時もなんならそのまま着ちゃってるっていうぐらい楽なレザージャケットが欲しいんですね。となると僕が前から大好きって言ってる串谷のレザーが最高なわけなんですよ。でそこでしかも僕の体に合わせてこのサイズを変えられる、そんな仕組みがあるんですけども、それがフルサイズオーダージャケットシステムというものなんです。今日はそれを紹介します。それではこのシステムの全体像を説明していきます。まずですね、レザーが3種類あります。
プロトコアレザーとエグザリートレザーとダイフィニッシュレザーという3種類があります。どんなレザーかは後ほど説明しますね。それとジャケットが3型選べるんですね。なので 3×3 の9ですね。ただ一つ例外があるのでそれも後ほど説明します。型で言うと走りに適しているスクリプトジャケットというもので、それと、王道のデザインのシングルジャケットというもの、それと僕が持っているアンフィニッシュドジャケット2っていうもので、どこかクラシカルな香りがちょっと入っているような、シングルジャケットと似たような系統ではあるんだけど、やっぱり雰囲気が変わるんですよね。それでは3種類のレザーの話をしましょう。こちらにあるのがプロトコアレザー、ここにあるのがエグザリートレザー、そしてここにあるのがダイフィニッシュレザーとしましょう。この3つの違いなんですけども、まずですね、大きなところで言うとオーダーをする際に、当然カラー、色を選べるんですけども、プロトコアレザーは18色の中から選べます。エグザリートレザーは3色の中から選べます。ダイフィニッシュレザーは3色の中から選べます。3、3、18っていう違いがありますよね。だからもしもちょっと特殊な色を選びたい方であれば、プロトコアレザーになるんじゃないでしょうか。あとですね、水に対する強さっていうのも差があります。ダイフィニッシュレザーはフッ素を使っておりません。ここにあるエグザリートレザーが一番強いです。仮にこれをフッ素 100% 入ってるとするならば、こっちにあるプロトコアレザーというのは半分の 50% ぐらいの比率だと思ってください。なので0、150みたいな感覚ですね。あと色の出し方なんですけど、このダイフィニッシュっていうのが染料して、これも染料、これも染料。ところがこのダイフィニッシュは染料のみで顔料を使ってません。間にいるエグザリートレザーとプロトコアレザーは顔料が乗ってます。だからこそここから3つの違いですよ。ダイフィニッシュレザーが一番柔らかくて一番この素肌に近い感覚で着られます。実際触ると本当にですね、人間の肌かのようでですね、皆さんびっくりすると思います。着心地も一番いいです。ただ雨に弱いし防御力もさほどないでしょうね。人との皮と変わんないですから。で、長距離ツーリングに行く、ずっと着てる、なんなら羽石とか硬い虫とかから体を守りたい、水に濡れてもそのまま走り抜けたいということであれば、真ん中にあるエグザリートレザーが最も適してます。なのでハードツーリング、ハードツアラーの人だったら真ん中選ぶのがいいでしょうね。で、こっちにあるこのプロトコアレザーなんですけども、これがですね、ある意味ここのダイフィニッシュとエグザリートの間のようないいとこ取りのような存在です。僕のこの後ろにあるここのレーシングスーツ、ここ全部ではないんですが、このプロトコアレザーというのを使っているものが多いんですね。これがその動きやすさと防御力というのを両方兼ね備えたものなんですね。かつ自分の汗を吸いにくいように加工がされているので、皮が例えばびしょびしょに濡れてしまった、雨の中走った、自分も汗かいてしまった、ちょっと濡らしてしまった、そこから乾いていく過程で皮本来が持っている水分、油分のようなものが抜けていってしまって、皮がガビガビになっていっちゃうってことがないように、そもそも吸わないようになってるんですね。ただもっとその耐水力を欲しい、雨の中台風の中走りたいということであれば、フッ素を2倍ぐらい使っているここのエグザリートレザーを選んだ方がいいので、自分が何を求めるのかで選ぶといいと思うんですね。例えばバイクに乗る用途ではなくて普段使いとして選びたいということであれば、こっちのダイフィニッシュが一番僕はいいと思います。もしもガンガンに走って、体を守りたいということであれば、ここのエグザリートレザーがいいでしょうね。で、着心地の良さとか運動性能、あと防御力も含めて、あれも欲しい、これも欲しい、いいとこ取りがいいなと欲張るんであれば、プロトコアレザーがいいと思います。こんな3種類のレザーの違い、お分かりいただけましたでしょうか。これがスクリプトジャケットです。最も走りに適したものですよね。例えばスーパースポーツのような走り系、速い系のバイクにすごく似合うスタイルだと思います。それでは2着目いきましょう。これがシングルジャケットです。だいぶ雰囲気変わったんじゃないですか。カラーリングの違いもあるとは思うんですけども、これがですね、エグザリートレザーです。で、さっき着ていた赤いスクリプトジャケット、あれもエグザリートレザーなんですね。このちょっと硬そうな雰囲気伝わりますかね。パキッと張りが出るんですよね。だから仮にこれがブラックで光沢感があると、かなりモード感出ててかっこいいと思うんですよね。これが2着目です。3着目はアンフィニッシュドジャケット2です。これがさっきのレザーの話でここにあったダイフィニッシュレザーを使ってるわけです。だからこれが一番柔らかいですね。このレザーも本当驚異的で、下手したらですね、テキスタイルのジャケットよりこっちの方が動きやすいんじゃないかなっていうぐらいめちゃめちゃ伸びてくれて、
そうですね、僕このなんか薄手のセーター今1枚着てましたけども、それと変わんないって言ったらちょっと言い過ぎですけど、今レザー着てる感覚じゃないですね。これはですね秀逸ですよ。でただ僕ここまで着てきたこの4着のジャケット、最初に着てたものと今紹介した3着全部 L サイズを着てるんですけども、ここの丈の感覚で言うとまあこうやって立ってる分にはまあいいかなって感じなんですけど、バイクまたがってある程度前傾姿勢取るともうここ背中出ちゃうんですよね。だからこれがもうちょっと長くてもいいんじゃないかなとか、やっぱこの脇の分余ってるのがパタパタしちゃいそうだし、でこの腕もやっぱちょっと短いし、で仮に肩パッドを外した時にそこの肩の当たりが結局当たっちゃってるのか、もうちょっとゆとりがあった方が楽なのか、直せるなら直したいところはあるんですよね。そういうことをやらせてもらえるのがこのフルサイズオーダージャケットシステムなんですよ。で実はさっきですね寸法をですね計測してもらいました。丸裸に、僕の体になってしまいました。その数値を元にしてですね、僕はレザースーツを何度かオーダーで作っているので、自分の体の好みとしてここはもうちょっとこうなってた方がいいな、ここはこうだといいな、僕の体って実は数字にはないかもしれないけどこういう癖があるんだよなという経験則があるので、ここをこうしてほしい、ここをこうして、ここもこうして、ここもこうして、ここもこうしてっていっぱい要望を伝えたんですね。つまりは僕の体にだけぴったりフィットする世界で1着のレザージャケットというのを今回オーダーすることができたんですね。皆さんはこの3種類のレザー、そして3型のレザージャケット 3×3 の9で一部例外があるといったところの、この8種類の中からどれを選びますか。で最後にこの一つの例外の話なんですけども、スクリプトジャケットというものが最もその走り用のジャケットとして作られているんですけども、そこにこの大フィニッシュレザー、一番柔らかいレザーを使ってしまうと、走り系でプロテクションも大事なはずなのにレザーがあまりに柔らかい、ちょっとそこがね不思議な感じになっちゃうので、スクリプトジャケットだけは大フィニッシュレザーを選べないようになってるんですね。なので 3×3 の1つマイナスして実際は8型ということになるんですね。皆さんのこの、スタイル、どういうのが好みなのかで、どのレザーが好きなのか、やっぱり見た目も全然違うし着た感じも全然違うんですよ。ぜひお店でですねいろいろ触ってみて、どれが好みなのか、どれが自分の体に合いそうなのかは探してみたらいいんじゃないかなと思います。僕はですねもう心に決めましてオーダーしました。どんなものがやってくるのか、いずれご紹介しようと思いますんで、引き続きレイブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。もしお役に立てていたら高評価をしていってください。それではまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。